暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは。お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は心と体が若返る物を手放す片付けというテーマについて、宮城美智子さん著若返り片付け術をもとに考察していきます。一言で言うと、溜め込んでいるから老けるです。部屋に物を溜め込んでいる場合、ただ物が多いだけでしょと思うかもしれません。しかし部屋と同じように体や心の中にも不要なものを溜め込んでしまっているかもしれません。人は環境に影響を受けやすい生き物です。不健康な食生活がたまると見た目にも老けてしまいますよね。それと同様、片付けなきゃと心の中に重い荷物を背負っていると考え方が重くなってしまいます。何事にも億劫になってしまうと動かなくなり老けてしまうのではないでしょうか。溜め込んでしまっているなと思った方は、ぜひ片付けに取り掛かり、フットワークを軽くしましょう。今回の著者、宮城美智子さんは以前企業の映像制作の仕事をしていましたが、主婦の経験を買われ、アート引越センターのエプロンサービスの部長を任されることになりました。現在は講演活動を中心に収納コーディネーターや生活アドバイザーとして活躍しています。宮城さんは老けるということについて溜め込んでいるからだと語っています。片付けで物や古い考えをリセットすることで心が元気になり、運動にもなり、脳と体が若返ると語っています。本書では実際に若返った体験談もありましたよ。概要欄にリンクがありますので、ぜひ見てくださいね。本日のお品書きはこのようになっています。心と体が若返る物を手放す片付けについて3つのポイントにまとめてみました。1、いつか使うという考え方をやめる。2、捨てられないものの対処法3つ。3、片付けたくなる魔法の言葉。それでは参りましょう。まずはじめに、1、いつか使うという考え方をやめるについて解説していきます。物があふれた暮らしをしている方はこのように言います。思い出に囲まれて暮らしている。思い入れがあって捨てられない。まだ使えるのにもったいない。いつか使うだろう。しかし本当に必要なものだらけなのでしょうかと話す宮城さん。今使っていないものを処分しないのは、よく考えてみると少しおかしな話です。逆に今あなたにとって必要なものはと聞かれたとき、ものではなく楽しく健康的な毎日と答えるのではないでしょうか。片付けの第一歩は物とお別れすることです。お別れするコツは、いつか使うは使わないという一言にあります。まだ使える、もったいないと思うものはお嫁に出しましょうと表現する宮城さん。使わないもので部屋を狭くするより、誰かにあげて喜んでもらえる方がいいですよね。リサイクルショップにお嫁に出すというのもいいですね。思い切って整理すると身も心も軽くなり、広々とした生活空間でシンプル生活が送れるようになります。そうすることで本当の豊かさが手に入るのです。捨て方のコツとして、2番目に大切なものを捨てるとどんどん捨てられると話す宮城さん。自分自身にとって一番大切なものが見つかれば、片付けがスムーズに進むそうです。今後の人生の選択につながることなので、取っておくもの、お別れするものを選別する際は、ゆっくり時間をかけて行いましょう。捨てるかどうか悩むものは、しばらく取っておいて判断するのがベストです。宮城さんによると、1ヶ月から3ヶ月ほどで判断する人が多いとのこと。じっくり悩んで結論が出れば、その後の作業は驚くほど早くなるのだそうです。今後の人生を楽しめる環境に片付けていきましょう。続いて2、捨てられないものの対処法3つについて解説していきます。例えば
亡くなったお母様のお着物、洋服などが入ったタンス、ご主人との思い出のお茶道具一式など、持ち主がすでに不在で処分しなければならないけど、どう片付けていいのかわからないものってありますよね。宮城さんは全部とお別れするのではなく、ほんの一部を残しましょうと提案しています。紹介する対処法は3つ。1、1点のみ残す。2、リメイクする。3、迷い箱、思い出箱、仕分け棚を利用するです。1、大事なものを残すとキリがありません。そこで遺品の中でもエプロンを1枚、お着物1枚のように1点を残して他を手放す方法です。宮城さん曰く、年を重ねれば重ねるほど引き算で暮らすことが大事とのこと。2、もし1点以外のものを捨てるのが惜しいのであれば、それを小物にリメイクするように形を変えて残すのも手です。着物の生地をバッグ、草履、洋服、ランチョンマットなどに変えると素敵です。3、どうしてもお別れできない場合、迷い箱に入れて1ヶ月から3ヶ月取っておく方法もあります。箱の大きさはみかん箱1つぐらいが良いという宮城さん。時間を置いたらまたお別れを検討していきます。残したいものは思い出箱に入れ、一つにまとめておくと良いでしょう。手放すことに迷ったら、この3つを思い出してみてください。過去ではなく未来に視点を置けば、若々しく今を生きられますね。最後に3、片付けたくなる魔法の言葉について解説していきます。物を溜め込んでしまうことのデメリットに、お金がかかるということがあります。元気なうちに物を減らしていればただで済むのに、まとめると運搬費や人件費などかかりますよね。本書の中では60万円かかったというお宅も紹介されていました。そういった面で見ても、片付けは早く始めるのが吉です。宮城さんは家族がなかなか片付けてくれない悩みに魔法の一言を教えてくれます。死ぬ時は棺桶一つ。なかなか捨てられない人への声掛けとしても使っているそうです。物を持ち続けても天国に行く時は何も持っていけません。しかし現実を生きているとそのことに考えが及ばないと宮城さんは言います。必要なものは自分で決めよう。時間が経てば経つほど何が必要か判断がつかなくなります。80歳近くになると体力的にも片付けるには人の助けが必要になってしまいます。そうなる前に宮城さんは、人に捨てられるくらいなら自分で決めませんかと声掛けしているそうです。物は使われた方が喜ぶ。戦争を経験された人で物を捨てることにためらいがある人には、物は使われた方が喜びますよと言うとすんなり手放されるそうです。人に差し上げたものが喜ばれると次から次へと手放せるようになるとのこと。自分を奮い立たせたり、家族への言葉がけとして利用してみてください。捨ててよーと喧嘩越しに言うのではなく、受け入れやすい言葉に変えて話してみてくださいね。物を手放し循環させることによって、その人自身も若返るということでした。逆に床に置いてあるもので転倒して寝たきりになってしまえば、若返りどころか老化を早めてしまいます。不要なものに囲まれていては、新しいことにはなかなかチャレンジできません。自分自身のために片付けを始めてみてください。では、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、いつか使うをやめてお嫁に出してみようということ。次に、捨てられないときは思い出を残せる方法を考えようということ。そして死ぬときは棺桶一つ、魔法の言葉で片付けが進むということでした。今回のテーマは、心と体が若返る、物を手放す片付けでした。これをやったら若返ったよというエピソードがありましたら、コメント欄で教えてくださいね。
お片付け研究室チャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しています。チャンネル登録をして新情報をゲットしてくださいね。それでは次回の研究動画でまたお会いしましょう。